こんにちは。このポッドキャストは B リーグを数字と本音で料理するをテーマに、スポーツライターサマンサと NBA US ヒップホップを愛する仲間たちが B リーグの注目カードや話題のピックをピックアップ。膨大なデータと現場の空気感をスパイスに、どこよりもディープかつ自由に語り尽くす B リーグをもっと深くクリティカルに楽しみたい人のためのポッドキャストです。いやー、それにしてもミヤちゃん、最近の B リーグのニュース見た？事業規模960億で入場者数600万人達成って。なんか、数字だけ見るとえぐいよね。見ました。数字はすごいけど、ちょっと待って、その内訳が気になりますよね。クラブ単位のチケット収益とか、スポンサー収入の比率とか、そういうデータがないと何とも言えないなって。それな、結局、親会社の広告費で大きく見せてるだけだったら、本当の意味で成長してるかっていうと微妙だし、そうそうそう。KPI として追うべきは総額じゃなくて、ファン一人当たりの消費額とか、リピート率のはずなんですよね。その数字が健全に伸びてるなら、ガチで熱量が上がってるってことだと思うんだけど、わかりみが深いわ。結局、ファンの熱量が全てだよね。熱量といえばさ、今日の試合の話していかない？まさにその熱量が爆発したのが、今日の CS ファイナルゲーム2、長崎ベルカ対琉球ゴールデンキングスの試合だったよね。あれはすごかった。見ました。長崎が勝ってシリーズ1対1のタイに持ち込んだね。ただ熱量はすごかったですけど、スコアは66対60じゃないですか。正直、両チームともスリーポイント成功率20%そこそこで、オフェンスはかなり苦しんでた。それな、数字だけ見ると、はっきり言って物足りないって言われちゃうかもしれない。でも、なんか私、だからこそ今日のテーマにしたいなと思ってて。というと、正直、オフェンスが全然噛み合わない中で、じゃあ長崎はなんで勝てたのか？そのゲームの美しさって一体どこにあったんだろうねっていうのを、数字と戦術から掘り下げてみたいんだよね。そうそうそう。なんかね、スタッツだけ見ると、琉球はリバウンドでも勝ってるし、そこまで大きな差はないように見えるじゃん？でも、試合を支配してたのは明らかに長崎だった。特に後半。わかります。特に第3クォーターの勢いはすごかった。あそこで一気に流れを持っていきましたよね。まさにそこ。あのクォーターで何が起きていたのか。琉球のオフェンスが停滞した理由と、長崎がそこをどうついたのか。今日の話の肝は、そのディフェンスの執念と、そこからの切り替えの速さにあると思うんだよね。なるほど。確かに、ロースコアのゲームでどうやって10点以上のリードを作ったのかは、分析のしがいがありそうです。でしょ？てか、ここがマジで面白いポイントなんだけど、この試合、勝った長崎も負けた琉球も、スリーポイント成功率がどっちも21%前後なんだよね。本当だ。長崎が 21.4% で、琉球が 20.7%。ほぼ同じですね。そうなの。なのに、結果は66対60で長崎の勝ち。普通に考えたら、もっとも釣れるはずじゃん？確かに。アウトサイドが不発なら、他の要因で差がついたと考えるのが自然ですね。それな、鍵はシュート以外の数字に隠されてるってこと？じゃあ、そのあたりを詳しく見ていこうか。じゃあ早速、そのシュート以外の数字から見ていきたいんだけど、まず一番わかりやすいのがターンオーバーの数。長崎が10個で、琉球が15個。まあ5個差だよね。5個差か。それだけだと、ファイナルならあり得る範囲内ですよね。そうそうそう。でもね、ここからがえぐいの。このターンオーバーからの得点。長崎がなんと19点も取ってるのに対して、琉球はたったの3点なんだよね。ちょっと待って。16点差？わずか5つのターンオーバーの差で、これだけの得点差が生まれてるってことですか？長崎のトランジションオフェンスの効率が確率論で言っても異常に高かったってことですね。これはかなり面白い。まさにそこ。長崎のディフェンスがいかにプレッシャーをかけて、ボールを奪ってから速攻につなげるかっていう意識がガチで徹底されてた。琉球はそこで完全に後手に回っちゃった感じ。そうなんですよ。アウトサイドが不調だったからこそ、インサイドの攻防が鍵になったんです。数字を確認すると、スリーポイント成功率は長崎が 21.4%、琉球が 20.7% でほぼ互角。でも、ペイントエリアでの得点を見ると、長崎が30点なのに対して、琉球は20点。うわ、そこに10点も差があったんだ。これ、かなり面白くないですか？両チームとも外からのシュートが入らないなら、より確率の高いゴール下でどれだけ勝負できたかが重要になる。
確率論で言えば、ここで着実に点を重ねた長崎が優位に立つのはもう必然なんですよね。それな、さっき話してたターンオーバーからの得点も、結局は速攻からのイージーなレイアップが多かったってことだもんね。まさに、このペイントでの10点差がターンオーバーからの得点差をさらに裏付けてる。琉球はハーフコートで苦しんで外に追いやられて、長崎はディフェンスからの速攻で効率よくインサイドを攻めた。この構造がはっきり見えます。確かに、そのインサイド対アウトサイドの攻防の差が、試合全体を通して一番くっきり出たのが、やっぱり魔の第3クォーターだったよね。そうそう、まさにそこ。いや、数字的にはね、第3クォーターのスコアが長崎21点に対して、琉球がたったの9点なんだよね。12点差。このクォーターだけで最終スコアが6点差だったことを考えると、もうここが勝負の分かれ目だったってことですね。マジでそれ？この10分間が全てだった。なんか、この時間帯、琉球は岸本さんを休ませてた影響が大きかったのかなって思うんだけど。ちょっと待ってください。数字確認します。やっぱり、このクォーター、琉球はターンオーバーが急に増えてますね。長崎のプレッシャーもエグかったけど、琉球のオフェンスが完全に停滞してた。だよね。結局、無理なアウトサイドシュートに追いやられて、それを外して、リバウンドから長崎に走られるっていう悪循環？完全に長崎のゲームプランにはまってた。このクォーターだけで長崎はターンオーバーから10点以上取ってる。ディフェンスからの切り替えの速さっていうチームとしての強みが数字に直結してますね。チーム力もそうなんだけど、その流れを作った個の力もでかかったよね。特にベンチから出てきた選手の活躍がさ、まさにそれです。ベンチスコアの数字を見ると、もう一目瞭然で、長崎が28点に対して琉球は13点、倍以上の差がついてる。うわぁ、ガチで差があるね。しかも、長崎のベンチ得点28点のうち25点がスタジョン1人なんですよ。マジで？ほぼ一人じゃん。それはえぐいな。琉球がスターターに依存せざるを得なかったのに対して、長崎にはスタジョンっていう一点突破できる切り札がいた。これかなり面白くないですか？それ、面白い見方だわ。彼の個人スタッツもすごいけど、チームへの影響力が半端なかったってことだもんね。そうなんです。彼のプラスマイナスがプラス13なんですけど、これって彼がコートにいる時間帯で、チームが13点も相手を上回ったっていう証明なんですよね。まさに試合を破壊した。なるほどね。数字が物語ってる。じゃあさ、ここまでの話を総合すると、この試合の流れって結局どういうことだったんだろう。この試合の流れをざっくりまとめると、まず大前提としてターンオーバーからの得点差、長崎が19点も稼いだのに対して、琉球はたったの3点？もうこの16点差が全てを物語ってるよね。その通りです。で、そのターンオーバーがどうやって得点につながったかっていうと、結局インサイドなんですよ。両チームともスリーポイントが入らない泥試合だったからこそ、確率論で言えば、よりゴールに近いペイントエリアで30点を取った長崎が20点しか取れなかった琉球を上回るのは必然でした。それな、ターンオーバーを誘発して、速攻で確実に2点を取るっていう、長崎の得意な形がバッチリハマった。で、その流れが一番激しく出たのが、やっぱり魔の第3クォーター。あそこの21対9っていうランで、試合の趨勢はほぼ決まった感じがしたな。そしてその第3クォーターの勢いを生み出したのが、さっき話したスタジョンだったわけです。彼が個人で打開することで、琉球のディフェンスにズレが生じて、他の選手も楽になった。彼のアイソレーションからの。ごめん。スタジョンの話もエグいんだけど、ちょっとチームディフェンスの話にちょっと戻ると、第3クォーターで琉球のオフェンスを停滞させたのって、やっぱり馬場ちゃんの平面ディフェンスがめちゃくちゃ効いてたからじゃない？それは間違いないです。馬場ちゃんのオンボールディフェンスは、スタッツに出ない貢献度が本当にエグい。特に岸本さんへのプレッシャーは、琉球のオフェンスの起点を潰してましたよね。そうそうそう。プレッシャーがあったから、琉球はオフェンスの形を作れずに、苦し紛れのシュートが増えた。で、それが結果的に長崎の早い展開につながったわけじゃん？わかります。ディフェンスでリズムを作ってオフェンスにつなげるっていう。ただ、そのオフェンスの最終局面を一人で完結させてたのが、やっぱりスタジョンで。それな。いや、だから、スタジョンが最強の矛だとしたら、ババちゃんは最強の盾だったってこと？第3クォーターは、その矛と盾がガチで噛み合った時間だったと思うんだよね。個人のスタッツだけじゃなくて、チームとしての完成度がすごかった。なるほど。
ディフェンスでの貢献がオフェンスでの非効率な時間を減らしたと。その視点は確かに面白いです。いやー、数字で見ると長崎のディフェンスは完璧だったんだけどさ、なんか見てて本当に美しいディフェンスだったかって言われるとちょっと考えちゃうとこない？ああ、フィジカリティの境界線の話ですね。確かに、長崎ファンからも、今日の笛は琉球がかわいそうすぎた、みたいな声はありました。勝った側なのに、です。それな、応援する側として気持ちいいものじゃないって、ガチで体を当てに行ってるシーンも多かったし、ちょっと荒れてた感は否めないよね。でもそれって戦術でもあると思うんですよ。NBA の OKC サンダーとかがやってるファウルドローに近いというか、相手をイラつかせてファウルを誘発したり、審判の基準を探ったり、気持ちいいかどうかは別として、再現性があるならそれはもうスキルなので、あ、でも、ちょっと戻るとさ、そんな荒れた展開の中でも、琉球の第4クォーターの猛追ってすごかったよね。あと一歩だったじゃん。すごかったです。ただ、猛追も結局はクーリーさんと岸本さんの個人技に頼ってた時間が長かったですよね。チームオフェンスとしては、長崎のディフェンスに最後まで崩されてた印象です。わかる。でも、だからこそエモかったじゃん。特にクーリーさんのオフェンスリバウンドからのセカンドチャンス。あれはもう意地でしかなかったよね。会場の空気もやばかったと思う。意地はわかります。ただ、再現性がないので、長崎はそれを分かってて、最後はファウル覚悟でクーリーさん以外に打たせるっていうディフェンスに切り替えてました。そこがガチで冷静でしたよね。うわー、確かに。こっちは行けーってなってるのに、コート上の選手たちはそこまで考えてるんだ。激アツな展開の中でも、長崎は冷静だったんだね。そうなんです。だから、琉球の意地を長崎のシステムが上回った、そういうゲームだったんだと思います。なるほどね。わかりみが深いわ。それで言うとさ、琉球を最後まで引っ張ってたのがクーリーさんだとしたら、長崎を支えてたのってやっぱりあの選手の話になるよね。もうスタジョンですね。ベンチから出てきて、停滞した空気を一人で変えた、チームからの期待に応えた形でした。わかる。ガチのヒーローだったよね。なんか、チームが助けてくれってなってる時に現れるスーパーマンみたいだったもん。数字的にもベンチから25点、プラスマイナスがプラス13っていうのはもう異常値です。彼のアイソレーションは一見非効率に見えるかもしれないですけど、あの試合の文脈ではあれが最適解だった。それな、チームオフェンスが全然機能してないなら、もう個の力でこじ開けるしかないもんね。本当に頼もしかった。一方で琉球のクーリーさんもすごかったですよね。オフェンスリバウンド7本とか、もう執念の塊みたいなスタッツ。ほんとそれ、最後の最後まで諦めない姿に、なんかもう泣きそうになったもん。彼もまた、チームを背負ったヒーローだったよね。負けちゃったけど、あの気迫はマジで刺さった。そうですね。彼の個人での奮闘を長崎のチームディフェンスが最終的には上回ったスタジョンという個の爆発力と長崎の組織力が合わさった結果が勝利だったんだと分析してます。いやー、今日の試合を振り返るとさ、なんかオフェンスだけ見たら、正直どっちもシュート入らないし、見にくい試合って言われちゃうかもしれないじゃん。客観的な指標、特にいいフィールドゴールパーセントとか見れば、お世辞にも質の高いオフェンスの応酬とは言えない試合でした。でも、そこが逆に面白くて、それな、ガチで泥試合だったんだけど、その中で長崎が見せたディフェンスの執念と、あとはもうスタジョンっていう一人のスーパーサブの爆発力。この二つが、あの試合を忘れられない美しい勝利に変えたんだなって思うんだよね。まさに非効率な状況をどう打開するかっていう非常に興味深いケーススタディでした。ディフェンスっていうシステムとスタジョンっていう予測不能な個の力が融合した結果、必然的に生まれた勝利。これ、かなり面白いパターンじゃないですか。わかるわ。これぞファイナルの醍醐味って感じだよね。じゃあさ、みやちゃん的には今日の試合、一言でまとめるとどうなる？一言でまとめると、システムとこのハイブリッド勝利ですかね。ディフェンスっていう再現性の高いシステムで土台を固めて、最後はスタジョンっていう再現性度外視の個の力でこじ開けた、あの勝ち方はガチで論理的で美しいです。それな。ハイブリッド勝利。すごいしっくりくるわ。システムだけでもダメだし、個の力だけでも足りないっていう、ファイナルのレベルの高さを象徴してたよね。だからこそ、あさってのゲーム3がどうなるかですよね。琉球も同じ手を2度も食らうチームじゃないですし、
それな。琉球がゲーム2の負けをどう修正してくるか、マジで見ものだよね。特にスタジオン対策。そこが最大のポイントですね。安易にダブルチームに行くと、今度はアウトサイドが空いてしまう。確率論で言うと、長崎のシューター陣をフリーにするのは避けたいはず。ああ、なるほどね。てか、長崎もゲーム2と同じ戦い方じゃ勝てないって分かってるだろうし、なんかもう戦術の読み合いがえぐいことになりそう。はい。本当に、王座がどっちに転がるか、決着の瞬間まで目が離せないです。またここで答え合わせしたいですね。うん、ガチで答え合わせしよう。てか、みんなのゲーム3の予想もぜひコメントで教えてほしいな。この続きが気になるって人は、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。それじゃあ、また次のエピソードで。クックアップポッドキャストでした。またね。